石破首相が辞任表明しました。今後の総裁選についてどう思ってますか？次の総理総裁は高市さんが小泉さんと言われてますが、移民問題や増税どうなると思いますか？トランプの側近の萩議員が殺されたり、ドイツの萩議員7人が不審な死を遂げたりしているのを見ると怖いです。移民によって日本の治安が悪くなりそうで不安です。総裁選で、前回自民党の党員票でいくと、高市さんが多かったんですよね。一般的なイメージでいくと、小泉進次郎さんは、そんなに評価が高くない的なニュースを見たんですけど、僕は見てないんですけど、うちの彼女が小泉進次郎さんのニュースを見て、こんなニュースあったよって言ってたんだけど、薄っぺらいとか、頭があまり良くない的な表現がメディアでされてたんですよね。僕もその印象は持ってるんですよ、小泉進次郎さんに。小泉進次郎公文と呼ばれる、ループしてるだけで面白いけど、何も言ってないよね、みたいなのを言っちゃう人なんで、ただ頭悪くはないと思うんですよ。とはいえ、そういう風な印象を持ってるよねってなると思うんですけど、そのイメージがあるよねというのを、メディアが小泉進次郎さんが薄っぺらいという書き方をして、それを読者がそう思ってしまうっていう印象の植え付けをしてしまうっていうのって、僕これある種の名誉毀損じゃないかと思うんですよね。薄っぺらいと思われるような発言をしました。それを載せるんならいいんだけど、総裁候補薄っぺらいよねっていうのをメディアが流してしまって、具体的に小泉進次郎さんが何をしたかによって薄っぺらいと思われるんじゃなくて、新聞に薄っぺらいと書いてあったから薄っぺらい人なんだと印象を持ってしまったっていうのって、ただの侮辱じゃないですか。これはちょっと印象操作的なものだから良くないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ただ、進次郎さんが薄っぺらいかというふうに問われたら、僕も薄っぺらいこと言ってんなと思う時もあります。その表現が間違ってるか間違ってないかで言うと、きっと間違っていないとは思います。でも、それを書いちゃダメなんじゃないかなっていうふうに僕は思うと。党員票が多いっていうのと、論功行賞的に、前回石破首相が裏金議員とか統一教会系議員というのを排除したんですけど、裏金議員系とか統一教会議員っていうのは基本的に高市さんを応援しているので、そこら辺が高市さんで統一化されると、割と強いんじゃないかなっていうので、僕の予想は結構外れるので、僕の予想が結構外れる場合って、僕のなってほしいよねという感情が混じる場合によく外すんですよ。なのでね、今回は当たるんじゃないかなと思うんですけど、はい。小泉進次郎さんがなった方が面白いなと思います。ちょっとややこしい話をすると、日本の細かい部分をどうするとかで、日本が良くなるというのはなかなかなくて、ある程度みんな日本を良くしようと思ってますと。基本的にはみんな日本を良くしようと思ってますと。自民党だけが日本を良くしようと思ってるわけじゃなくて、山本太郎さんとも山本太郎さんなりに日本を良くしようと思ってると。で、そこがぶち当たって、じゃあ法律どうするのとかっていうのが国会とかで議論がああだこうだってなるんですけど、微調整でみんなで話し合ってここを変えましょうとか、例えばタクシーの業界利権をなくして、ウーバーが普及しました。多分、それで一般の人で稼げる人は増えるんですよ。ウーバーとかあった方が、より幸せな人が増えるよね、とかってなるんですけど、でもそれってやっぱりほんの小さな変化なんですよね。そのほんの小さな変化というのをやり続けたとしても、日本全体のうまくいってないよねという閉塞感っていうのはあまり変わらないと思うんですよ。すごい僕、抽象的なことを言いますけど、日本に必要なのって多分ね、希望だと思うんですよ。頭の悪い人が言ってるみたいな話になるんですけど、日本経済をこうするべきであるとか、国債減らしたお金じゃねえとか、具体的なことを割と僕言いがちなんですけど、現状で日本を良くした方がいいよねっていう話って、これから日本上手くいくよねっていう風に思い込んでる人が多数になるかどうかの話なんですよ。NISA が始まった時に SP500 いいよねとか、オルカンに投資した方がいいよねっていう、海外に投資した方がいいよねとみんな思ったんですよ。それでじゃあ世界中に投資をして、その結果円安になったわけじゃないですか。でもあれが日本に投資した方がいいよね。だって日本これからうまくいくもんと思ってたら、そのお金が日本の会社、日本の上場企業に回ったはずなんですよ。そこまで円安にならなくて円高のままだったら、じゃあそこまで物価も上がってないよね。で、日本のものいいよねっていうので、日本の会社にお金が回って、それできちんといいものを作って海外に売るっていうのをやれば、もちろん外貨稼げるわけじゃないですか。日本はこれから伸びるよねというふうに思えるかどうかという部分の希望があるかどうかというのが、実は根本的には結構大事なんですよ。根性論みたいなことを言い出して大丈夫かみたいになりそうなんですけど、
なんだか知んないけど、こいつはやるかもしれねえぞっていう謎の期待感が必要だと思うんですよね。小さな小細工で日本経済を何とかしますじゃなくて、あれこれって日本が変わっていくかもしれないよねっていう風にみんなが思い込めるような、面白いこと起こるかもしれないよね、明日が良くなるかもしれないよねという風に多くの人が思い込めるかどうかっていうところの方が、僕は今の日本には大事な必要な気がするんですよ。っていう感じのね、思い込みというのは結構大事だと思うんですよね。未来に期待できる人っていうのでいくと、若い人とか進次郎さんとかおかしな人の方が、何が起こるかわからんけど面白そうっていう期待感なんじゃないかなと思うんですよ。結局、日本の場合って国会議員の過半数が総理大臣を決めるので、お前総理大臣クビなっていうふうに自民党の多数派の政治家が思った瞬間に、総理大臣ではなくなってしまうんですよ。もう総裁選出ないと言った時点で、あ、この人次総理にならないから決める権限ないよね、みたいな。なので、次の総裁選までとりあえずそこ座っといていいけど、もう総理大臣として何らかの強権を振るうということはやらんよねっていう感じになってしまうので、基本総理って客寄せパンダでみこしなんですけど、なので僕は夢を見せるみこしであって、実務というのは官僚がいるっていう昔ながらのシステムの方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。田中角栄さんとか、角栄さん自身が優秀だったっていうのはありますけど、でもあの時代は官僚が優秀だったんですよね。今の時代官僚が優秀じゃないっていう問題もありますけど、面白い人がなった方がいいんじゃないかなと思いますけども。経験不足と進次郎大臣の批判が来ますが、例えばこれまで5個以上の大臣、官房長官が経験してされたことは、アベマで拝見して驚きました。子育て経済政策を何度見かしても一切理解不能。一応私はマクロ経済学者をさせていただいたので、理論的には客観的にコメントさせていただいたつもりです。正直過去のキャリアが瀕死の現状を据えるように展開されている方はお見受けできませんでした。私は勉強不足なのでしょうか？いいえ。経験をしてるからといって正しい判断ができるかというと別の話だと思うんですよね。日本の場合大臣って優秀だからその能力によって大臣に選ばれているわけでもなく、派閥の年次的なもので大臣の枠が降ってきたりするので、パソコンを触ったことがない人が IT 大臣になったりするんですよね。確かね、パソコンを触ったことがない人がセキュリティ大臣とかもやってましたよね。っていう感じで大臣をやったというのが役に立つかっていうと、パソコンも触ってないようなやつが IT 大臣になるような国なので、大臣経験に意味があるかというと多分ゼロです。大臣をいっぱいやったからといって良いという話じゃないので、ただ進次郎さんを攻撃するときに大臣をやってないから経験不足だよねというのを攻撃の手段として使って、それはそうだよねと誤解してしまう国民が多いっていう話だと思います。さすがにパソコン触ってない人は大臣にしないぐらいにした方がいいと思うんですけどね。僕は小泉さんの討論会とか全然見てないんですよ。討論ができなかったから落ちたってことだと思うんですけど、僕戦略ミスだと思うんですよね、完全に。夫婦別姓とかを進次郎さん言い出し始めたじゃないですか。夫婦別姓って言ってるから小泉進次郎に入れようっていう人も一部いると思うんですけど、でもそうじゃない人も自民党にはいるんですよ。今まで小泉進次郎さんって政策に関しては何も言わない人だったじゃないですか。なので政策に関して言わないまま突き進んだ方が多分評価高かったと思うんですよね。森元首相っていうおじさんがいたんですけど、森元首相討論なんかした試しないんですよね。あの人討論できないよねっていうのもみんな分かってたし、僕らも分かってるし、でも総理大臣になったじゃないですか。別に小泉進次郎が討論ができないから票が得られなかったっていう評価をしてるんですけど、討論の場に参加しようとしたが問題なんですよ。不得意なことはやらなくていいんですよ。総理大臣の仕事というのは討論することではなくて、政府を運営することなので、口がうまいかどうかと、政府の運営がきちんとできるかどうか、国会議員が支持して総理大臣にしてくれるかどうか、あんま関係ないんですよ。別にもう討論できないんだったら、もう無理っす、無理っす。討論とか無理っす。口先だけじゃなくて、俺の行動を見てくださいっていうタイプでいけば、まだ支持されたと思うんですよね。小泉進次郎さんを支持している中でよく言われるのが、福島でサーフィンしたんですよ。福島の海安全ですよって言ってサーフィンをする。安全ですよっていうのを口に出したわけじゃなくて、小泉進次郎さんがサーフィンをするという体を張ることによって、福島安全ですよっていうのを日本中に伝えるっていうのを成功したわけですよ。他の政治家もいろいろ飯食ってるからニュースになるんだけど、進次郎さんがサーフィンしたら絵面が面白いから、やっぱ日本のニュースで流れるんですよね、夕方のニュースとかで。あ、福島ってもう普通にサーフィンできるんだっていうのが伝わるっていうのがあって、進次郎さんは背中で見せて伝える人なんだよねっていう良さをちゃんと伝えればよかったのに、喋り出しちゃって大失敗っていうね。喋んなきゃいいのに。反論もね、苦手なんだろうね、多分ね。議論そんな得意じゃないんじゃないかなっていうね。もし小泉進次郎さんが自民党総裁選に勝利して日本の首相になった場合、マーチや日東駒瀬未満でフランス出身の首相になるんですが、世界で舐められないでしょうか？私がエフランに感情判断しすぎでしょうか？日本の大学がエフラン以外が知られてるというのがまず間違いです。海外に行くと上智大学も知られていません。ICU も知られていません。多分ね、東大だけじゃないかな。慶応早稲田もほぼ知られてません。頭がいい大学というのを海外が認めたランキングでいくと、シンガポールの知能労働をする大学のビザで、
認められているのが、国立大学と早稲田、上智、慶応で、明治は入らなかったかなっていう大学を卒業している場合だけ、プラスカウントがされるっていうのがあって、マーチとかになると、全くプラスにはならないっていうのがあったりするので、確かね、イギリスかなんかの大学のランクも、慶応、早稲田と国立大学だけ入ってて、他のところはノーポイントみたいなのがあったりするので、マーチどころじゃなくて、東大と早稲田慶応ぐらいしかなくて、京大は日本の中では知名度高いんですけど、数学関係者以外で、海外で京大知ってる人あんまいないですよ。じゃあ、皆さんに質問です。フランスでレベルの高い大学を書いてください。フランスで頭のいい人が行く高校の上の最高学府と言われる機関の名前を書いてください。ソルボンヌって言われるんですけどね。ソルボンヌ大学も実はレベル高くないんですよ。ソルボンヌ大学って4大で、フランスの場合だと4年生の大学っていうのは、実は下の方なんですよ。ソルボンヌ大学って実は下の方で、グランゼコールという仕組みがあって、一般の大学よりもレベルの高いグランゼコールとかがあって、で、マクロン大統領が行ったエナって呼ばれるところだったり、シャンスポって呼ばれるところだったりっていう、グランゼコールに行ってるのがエリートだよね。ソルボンヌ大学に行ったということは、グランゼコールに行けなかった人だよねっていうぐらいのものなんですけど、日本の人知らないじゃないですか。なので、外国の大学のいいところなんて、そもそも論みんな知らないんですよ。他の国のいいところの大学なんて、普通知らないんですよ。なので、エフランがどうこうとかっていうのを日本人は気にするけど、他の国の人たちっていうのは基本的にわからないし、どうでもいいと思ってます。総理大臣がどこの大学出てるとか知らないです。じゃあ、トランプ大統領どこの大学出てるか知ってます？アメリカの大統領の大学がどこか言える人ほとんどいないと思うんですよね。結局そんなもんなんで、日本の首相がどこ出てるとか、田中角栄がすごかったっつってもあの人大学出てないしね。学歴っていうのは社会に出ると実はそんなに大したことではないっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。